どうも、ベトナムの内津です。今回はバイクネタではなくって、古い柱時計のメンテナンス、注油をやっていきたいと思います。これは何も問題がないので、ただ油を差すだけの動画になります。掃除もしますけども。今ベトナムも日本同様に連休になってまして、バイク整備場所を使わせてもらってるところが閉まってるんで、前々からやろうと思っていたこの時計のメンテナンスです。1年に1回ぐらい注油したいなと思いつつ、過去の作業を見ると、2年前に注油した後、できてませんでした。前回は掃除もしないで注油だけをしたんですけども、今回は、まず掃除をしてから注油をすると。ですから、これは実は2015年に入手した時計なんで、掃除自身は4年ぶりですね。別にそんなに汚れるものではないんですけども、たまにねきれいにして、あとはできれば毎年注油していけば、まだまだ十分に持つ時計なんじゃないかなと思ってます。これなんかとっても古い時計らしいです。いただき物なんでよくわからないんですが、明治時代か大正時代のじゃないかななんて、言われました。なかなかね古いものなんで大切に使っていきたいと思ってます。それでは機械、中身取り出しできましたね。では中の方、状態の方見ていくんですが、穴の周りがちょっと黒ずんでる、今ピントが合いましたね程度で、そんなに汚れてる状態でもなく、実際何の問題もなく毎日動いてる時計なんで、はい、こんな感じです。で、掃除ですね。私はブレーキ&パーツクリーナーをもう外からぶっかけてしまって、これで掃除を済ますというやり方で、これもいただいた4年前にこのやり方で掃除をして、今回が、3年半ぶりぐらいの掃除ですかね。はい。これで掃除するだけでちょっと動画にはうまく映らないと思うんですけども、なかなか汚れが取れる優れもので、ちょっと茶色く見えますかね。はい。汚れがなかなか綺麗に取れてます。実はこれ使うとちょっと、写真動画には映らないんですけれども、ちょっと白くなったりするんですが、でこれが、ブレーキ&パーツクリーナーですね。で横に見えているのが、私がいつも参考にしている私のバイブルです。小林時計店さんの、本ですね。でこれを参考にしながら、注意をしていきます。まずは時計油、これをですねいろんなギアがついてるところの、穴のところを、ほぞ穴っていうらしいんですけども、そこに垂らしていきます。小さな筆、面相筆っていうんですかね。これでもうただ穴にポッと塗っていくと、中に浸透していくんで、本当にこの程度で十分なようです。私はねただの素人が見よう見まねでやってるだけなんで、プロの方とは違うんですけども、これでもねメンテナンスしていけばなかなかいいんじゃないかなと。で反対側も、同じように注油するんですが、これ表側ねいろいろ細かい部品が変形しちゃうと困るんで、今みたいに下駄を履かせて、であとは同じように、注油していきます。今この柱時計は4個持ってるんで、それぞれをたまにこうやって注油はしてるもんですから、もうそれなりに慣れて、はいそう言いながら多く塗りすぎたりね、今回ちょっと少なめにしたんだけども、それだと少なくないかななんて考えたりで、ゼンマイのところはゼンマイを塗るんですね。でこれはゼンマイ全体に浸透させるんで、なんか本当はスポイトにとって垂らすみたいなんですが、私直接塗っちゃうんです。で今この動画をね見ながらちょっと気がついたんですが、多分もうちょっと塗らなきゃいけないんじゃないですかね。後でちょっともうちょっと塗っておきます。はい。でこれで、注油の方も終了と。
まあね、これアップして見せても何も動画には映らないんですけども、まあこんな感じでとりあえず終了です。でこれをですね下にある板、まあ、実は、これにネジ止めで固定できるようにしてあってそこに固定していくんですが、何をするかっていうと今オイルを塗って、特にゼンマイ油がかなり後から垂れてくるもんですから、1日この裸の状態で吊るして、動かすんです。でそうですね、こうやって動かして、まあ、ちょっと遊びでウズリンっていうこのボンボンと音が鳴るものもつけてみました。ちょっと固定の仕方が悪いんであまりいい音が出ないんですけども、で、まあ、上が、管理者とアンクルのね動きをちょっと撮ってみました。でこれはこのボンボンを鳴らすのが数取り式っていうらしいんですけども、ね、下の今触ると動くようになっていて、まあその数に合わせて時報の鳴る回数を決めるという、まあ機械的には面白いんですがこれを分解するとなるとね、案外苦しい機械なんで、あまりばらしたくはない機械ですね。まあとりあえずこれで明日まで動かして、明日、ゼンマイの周りの油を、掃除して本体へ箱への組み付けをします。以上です。ありがとうございました。